皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマでご一緒に考えたいと思います。本日は第3回目、その後半です。テーマはユダヤ国家の建設に影響を与えた日本です。前半ではロシア国籍のユダヤ人兵士トランベルトールが大阪の捕虜収容所で日本人からどのような扱いを受けたかについてお話しいたしました。その後半です。日本的国家を目指すユダヤ国家の建設へと導かれる話です。日露戦争が終わり、捕虜たちは順次帰国できることになりました。彼はロシアに帰りましたが、ユダヤ国家再建のためにやがてパレスチナに渡りました。当時パレスチナはまだオスマントルコ帝国の領土でした。彼はそこでイスラエル建国運動の中心的なリーダーになりました。そしてイスラエルのうちに日本を手本としたユダヤ人国家を建設する、このことを夢見たのです。これは彼自身の言葉です。彼は1913年にオーストリアのウィーンで開かれた世界シオニスト会議第1回目に出席しています。ユダヤ人たちは続々とパレスチナに入ってきました。しかしユダヤ人入植者たちがアラブ人によって襲撃されるという事件も絶えず起こっていました。やがて1920年、トランベルトールがパレスチナのガリラヤ地方にいた時、アラブ人の武装集団が来て銃撃をしてきました。トランベルトールも撃たれて息を引き取りました。再起の息を引き取る時、トランベルトールは言いました。俺に構うな。国のために死ぬほどの名誉はない。この国のために死ぬほどの名誉はないという言葉は、彼が大阪で日本人の若い護衛兵から教えられた言葉でした。今日トランベルトールの記念館がイスラエルにあります。そこに彼が書いた文章や遺品が展示されていますが、その中で彼は新しく生まれるユダヤ国家は日本的な国家となるべきであると書いているのです。現在大阪府堺市にある浜寺公園に日露友好の像として建てられています。2002年、ソ連プーチン大統領と元小泉純一郎首相が訪れ、記念碑が建てられました。私も先日この記念碑を見学いたしました。日本はロシアの捕虜を条約に従い大切に扱いました。しかしそのソ連は日ソ不可侵条約があるのにそれを犯して戦争が終わったにもかかわらず、たくさんの日本兵を捕虜として極寒の地シベリアで10年余り強制労働させ、たくさんの方々が無念の死を遂げられました。その遺骨収集もままなりません。世界は条約が守られ、誠意が通じるとは限らないのです。先の戦争では特攻で亡くなった兵士は犬死にだと言われる方があります。しかし彼には自分たちが盾となり命を懸けて祖国と家族を守るという気概がありました。命を懸けてでも守りたい国がありました。トランベルトールに語った若い護衛兵たちも同じ思いでロシアと戦い、勝てるはずのない戦いにかろうじて勝ったのです。それが世界を驚かせました。もし負けていたなら、
日本はソ連の属国になり、国家は消滅していました。今の日本はありません。国のために死ぬほどの名誉はない。この危害が日本を今日まで独立国として守ってきたのです。この日本精神がイスラエルの建国精神の中に生きています。トランベルドールは、どうして日本のような小さな貧しい国が大国ロシアを相手に勝つことができたのか。それはこの日本人たちの心がこんなにも豊かだからではないか。日本人は規律が正しく、勤勉で愛国心が強く、互いに私利私欲を捨てて公のために生きていると言っています。命を懸けてでも守りたい愛国心ではないでしょうか。日露戦争の様子を伝えた当時発行されたユダヤ人の新聞には次のように報じられています。旅人における日本兵は、第一陣が全滅すると第二陣が続き、それが全滅しても第三陣が駆けつける。そのように屍を乗り越えて攻め続ける結果、ついに旅順は陥落した。日本人の戦いぶりは素晴らしい。国のために死ぬほどの名誉はない。この言葉が彼の人生を変えました。命を懸けてでも守りたい国がある日本人を羨ましく思ったことでしょう。自分は命を懸けてでも守りたい国がない。消滅して久しいのです。流浪の民として世界中をさまよい、何かあれば迫害され、全財産を没収され、大量殺戮の受け目に遭い続けてきました。なんという悲惨な歴史でしょうか。国がないということはいかに悲惨であるかを、私たち日本人はもう一度考えなければならないのではないでしょうか。彼が日本的国家を目指したユダヤ国家の建設を日本から学んだように、日本もまたイスラエルから国家としての独立の大切さを学びたいと思います。また私たちの先祖が大切にしてきた命を懸けてでも守りたい国を受け継ぎ、また後世に引き継いでいく責任を覚えたいものです。もし愛国心が良くないなら、祖国愛という言葉に置き換えてもいいでしょう。この祖国愛を持つ大切さをイスラエルの歴史から私たちは学びたいと思います。ではなぜ日本人は世界から尊敬されるのでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは愛国心、あるいは祖国愛でした。ペルシャの国に捕囚となって国がなかった時代のユダヤ人の歴史の一コマです。ここでもユダヤ人大虐殺、民族の撲滅の危機に面していました。フォローコーストです。紀元前473年、今から2500年も前のことです。エステルというユダヤ人の王妃が王に命がけで願い出て、ある謀略を取り下げてもらうように嘆願しました。それが民族大虐殺でした。王の許しなしに王に願い出る者は処刑にされるとの決まりがありました。この命がけの嘆願により暴力が明らかにされ、ユダヤ民族は守られました。この後、毎年2500年間、イスラエルでは記念の祭りが祝われています。民族の歴史を決して忘れることがないようにと。聖書の言葉をご紹介します。エステル、これが王妃ですが、エステルはモルデカイに返事を送っていった。言って、シュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。3日3晩
食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いてでも、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのなら死にます。旧約聖書エステル記4章です。お知らせです。次回第4回目は10月3日土曜日です。テーマは世界が羨む日本の天皇です。メールアドレスも添付しています。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴誠にありがとうございました。